関羽の死は天下を大きく揺り動かした。義帝を討たれ我を失った劉備は医療の地で呉に倒され、その威信たちも漢中で義軍の前に散った。天意の活躍は結果定律の膠着を打ち破ったのである。乱世に残るは曹操と孫権、南北のそれぞれに揺るぎない地盤を築き上げた2人の英雄のみ。天意は自身にとってただ一人の英雄宋孟徳の天下を勝ち取るため、決戦の地合肥新城へと向かう。天意殿、どことなく変わられたな。ああ？どうした急に。貴公には進む道の先が見えているかのようだ。武人としての道が。相変わらずだなおめえは。わしはそんなもん見ちゃいねえ。ごちゃごちゃ難しいこと並べなくてもよ、わかんだろ。てめえが何するためにここにいるのかくらいがよ。さて今回は敵も味方も関係ねえ、手加減なしだぜ。悪来天意、御大将の邪魔するやつぶちのめす。もう嫌です。帰らせてください。あと一戦だから。ですね、基本的に全く速度が足りないんですね。ああ、検証の末まだなんとか希望を見出せた開幕陸村撃破ルートで行くんだけど、そうすると今度は神秘伝与の救援が。まあそりゃそうだよな。後回しにした方がほぼ確実に死ぬ。てかほぼじゃないな。死にます。ダメじゃないですか。頑張れば間に合うとかそういう次元じゃない。ただ超絶速攻できると、たまーに、生き残ってくれることがある。それを祈りながら戦います。まあいつかこうなるとは思ってた。これまで非常に苦しんできた天意伝。そのラスボスにふさわしい難易度というか、理不尽さのこのステージ。だがここまで来たのだ。最後まで駆け抜けてやろうじゃないか。タックルでな。では戦場へ臨もうじゃないか。天意伝最終章。合肥新城の戦い。劉備が倒れ、ついに天下で相対するは曹操孫権の二人のみ。今こそこの手で御大将の天下をもたらす。並みいる全てを木っ端みじんに打ち砕け。孫を返り討ちにし。なんで馬ありてんか？マジ？全部上げしてんの？そうだぞ。加賀効果？使うわけねえだろ。いや間に合うわけないだろそれじゃ。縦上で掴む時は慎重に。出が遅いからやたらに出しても普通に潰された。やっぱ横着はいか話してや。お前なんでハントが運ゲーだったかわかるか？それは回避加賀効封印してたからだよ。使えばまだ間に合わせられんだよ。じゃあ使いましょうよ。お前はこれまでこのチャンネルの何を見てきたんだ？他の武将では使ってないだろ？だから天意だって封印すんだよ。話を戻して現在レンズに。を上げてレンズさん、もうストイック。今めっちゃ危なかったな。通ればいいんだよ。通れば。よしレンズ2分。もう無理だろこれ。ほら47秒も使っちゃってる。上がったら陸村迎撃。最適はこの位置。まずは落馬、からの。よし完璧。すかさずラッシュ開始。力武器で撃ちまくれ。対面。まず一発目行くぞ。力武器連無限分回しラッシュ。あと体力3割増。設定が寄ってきたぞ。気にするな。こいつらは陸村の手で手出しはしてこない。陸村撃破、力武器最高。陸村は中央穴につくまで移動優先。だから攻撃してきません。それは配下も同様。そしてもう一つ。味方増援ね。そうこれが必須。現在開始1分29秒。間に合うのこれ。ほら、伝与が根を上げ始めてる。マジで頼むよ。もう死なないでくれ。追短で味方の救援。神秘は基本的に大丈夫。よほど図がつかなければ、体力半分か3割くらいは残ってる。僕だっていきなりエリクビつかめてんじゃん。でも上切ってるぜ。かなわん、触れるだけそれ。全無理ラッシュ。
潰されたか。まあしょうがない。5回触れただけでも十分だ。でもちょっと足りないよな。多分一目きれんこれ。やっぱり、あと2振りくらい。衝撃波当たってあと1回。じゃあな。よし撃破。あとは諸葛金損傷だな。しかし天女だとこれがまただるい。エイジ溜めて片方ランクで仕留めたいね。しかし天女の遅さって、この強制武器の重厚さもある。まず一打でもらうからな。なのに反遊ダメージが足りてない。お、いい位置取り。このまま連攻撃でラッシュ。鉄製も少ない。なら後半まで食っちゃうぜ。さあ行くぞ。力武器連無の4回しら。今のダメ？ちょうどちょっと右向いてたからな。正面以外は高すぎて当たりにくい。まあいい、諸葛金の芝生。よし、これで西罠防衛完了。何気に3人全てに連無限叩き込んだな。いやー気持ちがいい。だが電与の寿命がもう尽きる。てかもうじゃないな。尽きます。電与の寿命は尽きます。そんなに。さっきも言ったけど基本間に合わないんだよね。最速で駆けつけても瀕死で、戦ううちに死んじゃう。祈りましょう。じゃあ見てみるか。瀕死っすね。とりあえず戦うしかないよな。もう正直諦めてる。死なないといいね。投げやりすぎますよ。いやそれより見ろ。いきなり襟首掴めてるぞ。大火力横断振り舞う。将校が飛ばされちゃったが馬中を削れてる。かなりラッキー。これなら2人ともランクで耐えてる体力量。というわけで馬中から仕留める。今日めっちゃ繋がりますね。マジでうざい。だがそれでもダメなもんはダメなんすよね。いや待てこの候補。階段挟んで敵軍団が全部こっち来てる。つまり電与は今階段の向こう。意図せずアンチが作られている。いやこれちょっとあるかもしれん。これならいけるかもしれん。まずは脅威の損傷法をフィニッシュ。あと2分弾。電与さえ死ななければこっちのもん。頼む階段の向こうで待てこっち来んな。必死すぎる。マジで自分の心配だけでいいから。余計な気遣いとかいらないから。お前に死なれたらまたやり直しなんだって。電与操作で他人の心配できんだ。うるせえぞ。でも実際ここ、戦闘自体はそこまででもないよ。要求速度が高すぎるだけで。まあ天にじゃそれが守れないんですけどね。じゃあダメじゃないですか。いやでも今日はマジでいけるぞ。機関の襟首も掴んだ。なら叩き込むしかないよな。力的連無限本回しラッシュ。今日何回繋がるの？マジでやばい。今日はマジでなんかある。これで東罠防衛も完了。電与言ってた。偉いぞ。あとは中央罠の防衛のみ。ほんとよく生き残ったよ。まさかアンチを作れるとはな。そんで中央罠防衛はどうなん？普通に厳しいよ。本来こんな流行ってき一層できんもん。大体東罠防衛後の移動中に中央罠停止になる。本来開幕率戦倒せば、タイムリミットはかなり緩いはずなのに。5分間でも攻撃弱水。話を戻して中央罠にたかる敵軍団を一掃。ヨハン、鉄装、混合化。ベルトコンベア上で戦いにならないんで、実質使えるのは手前の狭い四角ゾーン。この兵所の戦いが戦意にはまたきついんだ。両攻撃のために距離取らなきゃだもんな。中央罠停止条件は、敵側に停止にいたまま一定時間経つこと。しかしプレイヤーが中にいればその間はセーフ。だからこの中から出ずに、敵を一掃する必要がある。階段降りたり先を越えたりベルトコンベアから水落ちもアウト。特段正しく位置状況を察し、両攻撃で先に回ってラングを打て。じっくり位置を観察する暇などない。あやって。やりのスクショを打ってほしいな。ロープ予算の最下だって。そう。だから最初に潰したかったのに、またタイムが抜かれた。こんな兵所じゃ馬走れないだろ。味方を投げ倒していくしかないな。まあいい、まずは鉄塔を撃破。お、このじゃん。ラッキー。電書も一つ使って。まあこの場は使わんでいいかな。もうこれで倒せるでしょ。もう一丁。よし予算撃破。あとは信号だけ。周囲の設定もほぼいなくなったし、安心して仕留められる。城内の5分、一掃。気分、式上昇。不意。ようやく超えたこの関門を、マジで間に合っちゃった？開始かだこうなしてみて。言っておくけどこれは超スーパーラッキーです。さっきの電与見たろ？本来ここは電与が死んで失敗の世界線。というか開始かだこうなしてみて、まっとうに間に合わせられる世界線は基本的にない。確かにふんだんに力武器連無限振りまくれてこれだもんな。そんで、戦況は女性は突撃状態。突撃は1分で解除される。ほっとけばいい。とりあえず射撃台の前方から倒す。さっさと仕留めて楽しい後半戦に備えようぜ。よしよし、総平も接近中。いよいよ後半戦。敵の猛攻を退け、一気に勝利へ駆け上がる。というわけで前方を倒す。味方が倒してくれないんでね。弓兵を打っとうし、タックルのために矢がザクザク刺さって、初動を決めるのが結構あります。場合によっては戦士に関わる。要注意。騎馬隊やめてくれ。割り込み強制移動じゃ次問題。天位の数少ないチャンスを不意にしないでくれ。まあいい、前方の体力はとちょい。
幻想撃破。天には乱舞で仕留められなかった後がかったるいよな。そうなんだよね。敵中であとちょっとが触れない。そんで次は着眼線の連中を一掃したい。敵本陣手前の連中か。そうそう。孫権配下武将が分離して、西へ東へうろつかれ鬱陶しい。それを阻止するため、敵増援到来まであと20秒くらい、先に船で戦ってるか。周平の誘導船の、指導されない。されない。本船内で戦ってれば迎撃に来てくれる。練習でも毎回来てくれたから、強めの優先順位ついてそう。そうそう君たちも。これでよし。じゃあパーティー始めるぞ。全2体の訓練戦。本書やアイテムを交えつつ、着実にランジで仕留めろ。また複そうだなこれ。案外そうでもねえや。騎馬隊はうざいけどね。頑張ったらようやく早期戦士が到着。毎回遅いよな来るの。フラグ立つのが総営到着から4分後だからね。その1分後にようやく到着。決まりで今後。遅い。まあでも七条将いまいち難解な敵撃破も任せやすい。そういう対応さえすれば、それなりに働いてくれる。そうそうそれそれ。嬉しい。敵増援も来たな。盛り上がってきたね。前半の同僚と違って、もう速度は関係ないからな。じっくり楽しめるってわけよ。そんでマップ見ててほしいんだけど、これが敵増援の集大成そうね。確かに敵切ってるね。こんな感じで潜入でドンパチやってれば、勝手に空港てくれます。誘導は不要。チンだぜ。そんな感じで時間ペースを削り中。時間はランジで仕留められそうだ。じゃあやっちゃおう。おっ来た来た。お待ちかね。いやー勝手にこっち来てくれるのマジ助かる。上の連中は足止めしたいけど、集大なのに方で回復の時間かかるし、と思ってたのに、おかげで悩む必要なくなった。自分の検証確認って大事ね。なら前線ももっと確実なルート検証できたんじゃないんですか。ところがどっこい、頑張って探してもないんだなこれが。数日検証した末、本間に合わないと結論付けた。一戦撃破でに電流から助けるのは無理。新規の寿命はせいぜい2分間。放映中に死ぬ。開始直後に精鋭を声出しすれば、時間差で削除する損傷と応戦してくれる。そうすれば西は名の敵は寒冷諸活金の2分間だけなんだけど、本来の権威が手程度高いのだな。そのせいで新規の寿命は流せなくて、西は目から救援せざるを得なかった。東は名の敵は戦意傘で電源普通にできる。おかげで電与の寿命は新規より下回り長い。まあそれでも結局戦意でギリギリなんだけどね。他の強キャラなら、電与の体力ももっと余裕がある。やはり最後まで本体性能が足を引っ張ってくるのか。話を戻してまだまだ戦っております。6時が出たから集体を仕留めていこう。お、バック取りで落としたか。結構。これなら中の反将も倒してくれそうだ。そうそこが偉い。さすが総非新規。ただし反将の戦意が高いと、撃破にかなり時間食っちゃう。こいつも初期戦意が普通になるまで戦意が通称。同じ要領でテイクも普通にしたい。テイクは配下に断鉄系持ち。戦意で太刀打ちできん。話を戻して集体撃破、あと2分弾。よしよし総営がテイク撃破。偉い。これなら最終戦は味方と一緒に攻め上がれる。いやーここが強い。反将撃破も頼むぞ。警報ちょい余り。それじゃあ。よいしょ。警報撃破、あとは予定だけ。南東が反将撃破。素晴らしい。これで残りの敵は戦場のやつだけ。気絶うざいです。ダッシュ攻撃なぁ。超攻撃のための事前の逃げとタックル移動で、敵にダッシュ攻撃分走らせてしまう。こういうとこでも天にのリスキーさって足を引っ張るよね。まあいい、予体もこれで終わり。予体撃破、ようやく敵を一掃できた。長かった。3分くらいずっと戦い続けてた。つくづく撃破速度ねえな天意。味のなくなったガムを噛み続けるように、のびのび長期戦を強いられる。乱舞の欠陥はマジで罪だぜ。話を戻して戦況確認。現在開始10分44秒。残り敵将3人。よしよし、仕上げにかかるぞ。最終決戦だ。長き戦いだった天意伝。ついに今、その幕を下ろす。まずは敵将を1箇所に固めよ。こんなもんかな。それじゃあ最終戦開始。最後のドライブだー。ブルーン。そうステージ一気に溜まった。もう一丁。大体いい感じ。そんで、ここだ、周回を決める。一過性乱舞じゃ。まずは周報撃破。あと敵将2人。一気に肩をつける。というわけで行くぞ。領収速度。火力上昇とアーマーでぶっちぎれ。あ、やばい。予算はやめ。なんか大丈夫だった。今疑惑の判定が。ジャンプを打って着地してから予算動作だからね。こういうのはよくある。主に潰される側で。同将も倒れた。両打ち。これであとは先見だけ。一気にとどめを出す。さあ、今だ飛び込め、ラッシュ開始じゃ。よし、掴んだ。そして、このまま削り切れ。これでとどめだー。
孫権撃破、これで、じゃあ上がりついに、攻略完了だ。長かったぜ。我が将兵よ、よくぞ戦いに出た。これで孫は壊滅だ。皆勝ち時を上げよう。わしにかかりゃコンクレ楽勝だぜ。クリアタイムは11分44秒。11分44秒？早すぎんだろ。天2でこんなタイム出るの。見たか？これが悪来天2の力だ。まあ味方が働いてくれたのも大きい。後半自分はほぼ戦場で戦ってただけだし。でも前半はやっぱきついよ。かなり速攻したのに、天4ギリギリだったもんな。まああの通り、本的には間に合わないです。これ以上は連武心が必要。でもは武器効果がカスタム製じゃないもんで。というわけで、これで全ステージ攻略完了。果たして結果は、もうやり直したくない。お願いします。待ってください、殿。いや追いつけなかったね。どうしようかと思いやしたぜ。う。悪来、なぜここに来た？旦那に聞いたんださ。殿は旅に出られるって。お主に与えた役目はどうするつもりだ？まあそっちはわしじゃなくてもできません。わしはわしじゃなきゃできねえことをやるだけでさ。好きにするがいい。わしの仕事は殿の盾。どこまでもついていきやすぜ。勝った。総獲得武勲52,988。総撃破数3,717。総クリアタイム63分29秒84。一戦敗水なし修羅。開始からこうなし。敵分断全滅&全先行達成込みでの。真の三国無双達成だぜ。マジで取っちゃったよ。本当に？マジ？天2で？開始からこうもなしで？お供自身、手が震えております。正直いけると思ってなかった。関東以降ずっときつかったもん。それに驚いたのがクリアタイム。ギリギリになると思ってたのに、まだ15分以上余裕がある。実際どのステージもそこまで時間かかってないんだよな。意外だわ。これも力武器と一気化成のおかげ。そうそう、それが大きい。運でも繋がりさえすれば圧倒火力の力武器に、低い撃破速度を補強してくれる一気化成。これら抜きじゃ、全先行は無理だった。感謝してもしきれない。正直どっかで開始か蛇行解禁すると思ってたし。それはそう。他の武将でもずっと封印してたんだけど、でもルールとしては明言してなかった。その理由がこの天2伝。絶対無理だと思ってたし。まあ、大変だったけど、最後までやり遂げてよかった。無双語動画投稿者として、また一つ、実績解除だぜ。そして次回からは超秘伝行きます。ああ。楽だ。楽さがやばすぎる。というわけで一戦敗水なし修羅天2伝。これにて完走です。ご視聴ありがとうございました。